胸式呼吸と腹式呼吸というのがあると思うんですが、本日は両方使います。こんにちは、野村整骨院の野村明夫です。本日の動画は自律神経を整える呼吸方法についてお伝えいたします。この呼吸方法を実践していただくことでどのような効果が得られるのか、その効果、メリットは全部で5つあります。1つ目は自律神経失調症のさまざまな症状の改善と更年期障害の症状の改善にもつながります。そして2つ目は免疫機能を高めます。病気に対する抵抗力が上がります。そして3つ目はストレスに強くなります。感情のコントロールもしやすくなると思います。そして4つ目は良質な睡眠です。眠れない、なかなか寝つけない、疲れやすい、疲れがなかなか取れないといった体質の改善にもつながります。そして最後5つ目は美肌効果ですね。この呼吸方法を毎日実践していただくことで肌年齢が若くなり、美容効果も期待できます。それでは呼吸について少しだけ解説します。体というのは様々な循環があります。血液の循環、リンパ液の循環、そして脳脊髄液の循環、さらに空気の循環、つまり酸素と二酸化炭素の循環ですね。人というのは食事をしなくても3週間から1月、水分、水を飲まなくても1週間は生きられると言われています。しかし呼吸を止めると長くても数分しか持ちません。それほど体というのは酸素を重要視しているわけですけども、実は酸素というのは猛毒なんです。漢字で書きますと酸の素、酸というのは鉄をも溶かすほど強力なものです。ですがこれをエネルギー源として使えることができるようになったことで大きな力が出せるようになり、この地球上の重力ですね、 1G の重力の下で動き回れるようになったわけです。この酸素が不足すると自律神経失調症でお悩みのあなたは様々な症状があると思います。その症状というのは危険を知らせるアラーム、警報です。何のアラーム、警報なのか。その一つに細胞の酸素不足があります。特に脳の酸素不足です。それではなぜ酸素不足になっているのか。それは体中の血管、特に首や脳の血管ですね。それがストレスやイライラで縮んで細くなっているんですね。血管の壁というのは実は筋肉でできています。そしてイライラやストレスがかかると体は交感神経優位の状態になります。そうなると通常血管は細くなります。細くなっているということは血管壁の筋肉ですね、血管の壁の筋肉に力を入れっぱなしの状態になっているというわけです。ですから本日お伝えする呼吸方法で酸素をたっぷりと体に取り入れ、そして全身の縮んで細くなっている血管をリラックスさせて体中に酸素を循環させ、細胞の酸素不足を解消していただきたいと思います。これらを踏まえて、早速行っていきましょう。本日は座って行いますけども、まずは姿勢を正すところから始めます。骨盤の位置を整えるんですけども、ちょっと横向きますね。この状態で座りますよね。その状態で普通に座るとちょっと骨盤が後傾気味に座りやすいので、それをまっすぐ立てたいので一度お辞儀をします。股関節から折るような感じでお辞儀をして、そして戻します。まっすぐ戻すとちょうど座骨がしっかりと椅子と垂直になるような状態になりますので、その座骨の上に背骨をよく、そしてちょうど今座骨が一度お辞儀をしてちょうどまっすぐ座っている状態になっていますのでね。そしてこの骨盤の上に背骨の骨ですねを一つ一つ乗せていくようなイメージでまっすぐと整えます。そして首をこういう風に前後左右に動かしていただいて、だいたいまっすぐのところらへん維持するような感じで持ってきます。あまり前に傾きすぎたり後ろに反らしすぎたりしないように、ちょうどだいたい真ん中ですね。だいたいで構いません。鏡を見ていただいて、これぐらいかなという位置を定めていただいて、そして今度は肩ですね。最後は肩。
肩の力をこうリラックスしていただきたいので、こう上下に軽く動かします。そして上に上げてストーン、上に上げてストーンというのを何回か繰り返していただいて、そしてストーンと落としたところをキープするような感じです。これでだいたい姿勢を整えます。ですから最初座骨、背骨、首、肩の順番で姿勢を整えていきます。では呼吸をしていくんですけども、胸式呼吸と腹式呼吸というのがあると思うんですが、本日は両方使います。そしてまずは吐く方からですね。呼吸という字は呼気と吸気で呼吸なんですけども、つまり吐く方から始めます。それではゆっくりと鼻から吐きます。できれば鼻から吐いてください。鼻から吐くのが難しい方は口から吐いていただいても構いません。ゆっくりと鼻からと吐いて、最後吐き切りましたら軽く口からでいいのでと一息、もう一息だけ吹いて最後の空気を出すイメージで行ってください。でこのふっと吐くのは一番初めだけで構いません。そして続いてゆっくりと吸い始めるんですけども、鼻から吸い始めます。ゆっくりと遠くのきれいな空気を吸い込む感じで鼻から新鮮な空気を吸い込みます。で、最初はお腹で吸い始めます。お腹を膨らましながら鼻から息を吸って、そしてお腹が8割ぐらいいっぱいになったら今度は胸に切り替えます。できるだけゆっくりと吸っていただきたいんですけども、体に力が入りすぎないようにできるだけリラックスした状態でゆっくりと吸ってください。いっぱいまで吸ったら続いてゆっくりと吐き始めます。胸の中の空気を鼻から出して、で胸の中の空気が抜けたら続いてお腹をへこませながら空気を吐き出します。はい、これが一連の動作になります。で、吐き切りましたらまた鼻からですね。鼻から息を吸ってお腹を膨らませ、8割ぐらいいっぱいになったら今度は胸ですね。で、胸がいっぱいになったらゆっくりと吐き始めます。鼻からゆっくりと吐き始めます。胸、お腹というふうに吐き出します。で、今回は吐く秒数も吸う秒数も決めずに体に任せて行ってください。吐く秒数や吸う秒数を決めて行う方法もあるんですけども、これを決めてしまうと体に力が入ってしまい不自然な呼吸になってしまうことがあります。本日はできるだけ自然体でリラックスして行っていただきたいので、呼吸のリズムはあなた自身でご自由に行ってください。ただ先ほどお伝えしたように体中の血管ですね。体中の血管をイメージしていただいて、体中の凝り固まった血管の筋肉をリラックスさせるようなイメージ。だんだんとほぐれていくようなイメージをしてください。このイメージするときは吐くときに行っていただければいいと思います。空気を吐くときに一緒に体中の血管がリラックスするようなイメージをしてください。体の血管のイメージなんですけども、大体ですね、どんな感じで走っているのかっていうと、これちょっとトルソー君のこれ肺なんですけどね、肺を外して、でこれが肝臓で胃と腸を外しますね。よっ、外して、そしてこういう感じですね。でここ心臓なんですけども、心臓から出た血管っていうのはちょっと外します。こういう感じ、後ろを通ってお腹の奥ですね。そしてこれ足にずっといってますね。で首に行く血管はこの心臓から出てすぐのところですね。から2本になってる、2本ずつ出てるんですけども、この太いやつですね。これ頸動脈で、この腕に行く、ちょっと見にくいですけど、ここ腕に行く血管が見えてるんですけど、これ腕に行く血管ですね。で、この太い動脈をまずはリラックスさせるようなイメージで、細かいところですね。全身の血管はちょっと写真でこんな感じとこんな感じになりますので、これをリラックスさせるようなイメージをしていただければいいと思います。では一連の動作をしていきますね。まずは姿勢を正していただきま
ます。骨盤、背骨、首で肩ですねの姿勢を正していただいて、そして鼻からゆっくりと吐き出します。という感じです。はい、これをですね、5分から10分、朝起きた時、もしくは眠る前に行っていただければいいと思います。はい、本日は自律神経を整える呼吸方法についてお伝えしました。これを毎日習慣化していただくことで、空気の循環が改善され、全身の血流が良くなり、自律神経失調症や更年期障害のさまざまな症状の改善につながります。そして免疫力を高め、病気に対する抵抗力も上がります。少々のストレスにも負けない強い精神力も培われ、眠れない、疲れやすい、疲れがなかなか取れないといった体質の改善にもつながります。そして美肌効果も期待できます。ぜひ試してみてください。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。またこの動画が役に立ったと感じていただけましたら、チャンネル登録と高評価ボタンもどうぞよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。